はいこんにちは MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回は CVG ナイトエルフ 3DT モデルです。ちょっと変わった感じがしますね。フェイスプレートに女の子、猫の魔女って設定みたいね。この魔女が作ったイヤホンなんだって。へえ、いろいろ考えるね。ジャックさんってこういうの好きなのかな？どちらかというと苦手なんだけど、ドライバー構成に魅力を感じてレビューしてみようと思ったんだ。ダイナミックドライバー3機構成なんだね。確かにちょっと面白そう。エンジェルタックオーディオさんに送ってもらいました。ありがとうございます。じゃあ早速見ていこう。価格が4000円台だからエントリーモデルでいいよね。そのようね。CCA トリオとかが比較モデルになるかな。トリオも 3DB だからね。後で比較してみよう。パッケージ内容がこの価格としては頑張ってる感じで、金属製の収納ケースの質感がいいよ。あとケーブルのジャックの部分がちょっとごっつくてかっこいいね。外箱のカラフルで凝った感じだし、いろいろ攻めてるみたいでお買い得感あるよ。いつもパッケージ内容の紹介はあっさりしてるのに、今回はちょっと熱く語ってるわね。そうだね。4000円台ってことを考慮するとちょっと感心しちゃっただけよ。そっか、音質が楽しみだね。外観は樹脂製で、測ってみるとそうでもないんですけど、サイズがやや大きめに感じます。重さもオール樹脂製にしてはちょっとありますかね。ダイナミックドライバー3機積んでるからかな。ステム部に近い方に 10mm と 6mm のドライバーが重なる形でいるね。そしてコネクターの奥に 8mm DLC ダイヤフラムのドライバーが1機。3機搭載してる上に1機は DLC ですか。この魔女の子、結構すごいもん作ったんだ。まあこだわってる感じだよね。実際のところ CVJ のモデルなわけで、このチャンネルでは今まで CVJ って2モデルしかレビューしたことないんだけど、それぞれ特徴あって CVJ の個人的な印象はちょっと風変わりなモデルを作るのかなーって感じ。そっか、ナイトエルフどんな音なんだろうな。さてリアチップ選びに入ります。結論から言うと同3歳バランスドバージョンに決めました。聞こえ方と特性と装着感がマッチしづらくて、結局装着感で選んだ。やや低域寄りなバランスに感じたんで、セドナイヤーフィットライトもありだな。で、ナイトエルフの波形は？はい、これよ。ほう、なかなかのバランスに見えるけど。詳細は後で触れるとして、さっき言ってた CCA 塗料を重ねると、チューニングスイッチ付きの塗料のデフォルト状態より低域ちょっと弱めか。聞いた感じはこないだレビューしたセレストワイバーンブラックに似た感じしたんで重ねてみると、低域はワイバーンブラックが結構強いね。その他の大域はまあまあ似た感じ。サウンドチェックはトリオのスイッチオールオフと一緒に聞いてみるよ。音調整の基準はナイトエルフ、バンドルケーブル使用。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。Time for me to say bye-bye. I'm shooting high, even though my pocket's dry. So adios, see you on the other side. Must be crazy if you think I'd stay. Wanna blow away just like a hurricane. Wouldn't even run if one came. Disappear in the flash like Dorothy. I'm sorry, baby, I'm about that jet lag.Always trailblazing, I'm about that jet life. Gotta do my own thing, I'm about that jet life. Gone in the morning, all about that jet life.
なにきつくなかったよね。そうだね。ナイトエルフを音調整の基準にしているから、ここの差分がダイレクトに反映されちゃった結果だよ。トリオはスイッチオフの状態だとちょっと低域寄りだけど、何でもそつなく聞ける感じだね。さらにチューニングスイッチで低域も中高域以上もブーストできますから、ジャックさん確かトリオ結構気に入ってましたよね。そうだよ。ドライバー構成はナイトエルフと同じ 3DD で価格も近いんで、ナイトエルフのライバルになるかな。そうかもね。ナイトエルフの聞いた印象言ってみようか。そうだね。低域は基準ラインをくぐるのが 250Hz ぐらいなんで、これが低域の存在感につながってる気がするね。でもあまりもっさりした印象はなかった。ベースライン結構しっかり追えますよね。細かいニュアンスわかるね。中域の再現性は予想したほどでもなかったけど、決して悪くはなかった。2から4キロを結構出してるんで、ボーカルが浮き出る感じで聞こえた。ボーカルとバックが割とはっきり分かれる感じ。4キロあたりをしっかり出しているんで、明るい音かと思ったんだけど、ここの谷が気になる。そうなんだよね。トリオと比べても結構差があって、シャープさに欠ける感じがする。で、EQ 触ったりして、一応解決したんだけど、それを見てもらう前に、リケーブルしたんでしょ。当然そういう流れよね。そう、今回は2つ選んだ。トリポウィンセラフとアルテア、バランス接続ね。スピード感のある曲にはアルテアを使って締まる感じにするとパワフルさがかなり増したよ。硬質で広がりより直進性優先って感じ。一方セラフはゆったりした曲の広がりがより心地よくなる感じ。そうなんだ。で、EQ はどこ行っちゃったの？リケーブルしたら EQ で補正しなくても6キロあたりの谷が気にならなくなっちゃったわ。それでも微調整するとしたらこんな感じ。基本的には6キロの谷を緩和するだけでいいと思う。2キロ付近はボーカルを少し引っ込ませたい場合効果あったよ。補正後はハイハットの刻みの細かさの再現性とかボーカルとバックの馴染み方とかの違いがわかるわ。セッティング冷たいならありだね。ナイトエルフの全体的な印象は？最初広域のシャープさが足りないと感じていまいちな印象だったんだけど、リケーブルでガラッと変わって良くなった。広域は中広域中心の作り方になっていて、ボーカルに厚みがあり、バックのサウンドから浮き上がるような印象で、ボーカル主体で聴くには結構いい。リケーブルはできればした方がいいかな。3DD のパワフルさがより引き出されて、ぐいぐい迫ってくる感じがマシマシになるからね。トリオのようなチューニングスイッチはないけど、ナイトエルフ予想よりずっと良かったよ。自分で調整していく楽しみと、それに応えてくれるポテンシャルありますよね。そう、そんな感じ。猫の魔女やるじゃん。今回は私が買おうかな。魔女と妖精つながり？まあそんなとこ。おお、いいね。ということで CVJ の 3DD モデルナイトエルフのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。